今回はこちらのマケラカーベラエアーという家庭用 CNC フライスをレビューしていきます。どうやって焼くのこれ。こうか。おおおお。え、何これ。あ、スライド。はいはいはい。では機械構成見ていきます。まずここのカバー、さっきも言った通り上げてからスライドするタイプなので若干使いづらいので、普通にヒンジとか跳ね上げの方が使いやすかったかなという気はします。でボディはこれすごいしっかりしてるんですけど、何でしょう、アルミフレームとかではないですね。アルミダイキャストとかなのかな。これかなり合成ありそうですね。で Z 軸はリニアガイドが使われています。素晴らしいですね。これは、EG15 なので 15mm 幅のリニアガイドがしっかりと使われています。で残念ながら X 軸はリニアシャフトとリニアブッシュなので、まあ微妙とは言えるんですが、かなり太いですよこれ。20mm だ。以前レビューしたことのある、こういった CNC フライスの X 軸は 12mm のリニアシャフトとかだったんで、かなり太い 20mm のリニアシャフトが使われていると。で Y 軸はこれ裏から見れるのかな。よいしょよいしょ。ちょっと怖いんですけども、よっ。お、ここもリニアシャフトとリニアブッシュですね。太さは一緒かな。 20mm かな。はい、20mm のリニアシャフトとリニアブッシュ。ただここボールネジですね。さっきの XZ はどうだったんだろうか。モーターは17サイズのやつかなと思います。やっぱアルミダイキャストですね、ボディ。すげえコストかかってますよ、これ。ここもしっかりね、基準面が削られていて、これは加工するための基準面だな。ここすごいビビってますね。ビビってるのか模様なのか、なんか不思議な感じ。ね、一応スピンドル自体はかなり小さくて ER16 とか11相当なのかなっていう気はしますが、なんかここに調整の、パーツがついて、これなんかクーラントとか出せるっぽいな。うわすげえこれ動くじゃん。すげえ。ここに管つないであげればオイルミストとかエアーとかそういったのが出せそうですね。これ何、プローブって書いてるじゃん。これでワークの座標取れるってこと？でも X、Y は無理だよ。Z だけだよ。Z だけだったら正直微妙。ただちゃんとついてるのは素晴らしい。で結構発熱するのがデカめのファンがここについてるんで、結構な高速回転でぶん回せる仕様なのかもしれない。テーブルに関してはここまではアルミが使われてるっぽいんですけど、その上のこの謎の樹脂、何の材料なんだろう。これはなんか脆いですね。これ嫌です。これ金属に変えたいですね。結局他がね合成高く作られてても、ここのテーブルがたわんだりしたら意味がないので、これはちょっと微妙そう。普通になんか爪で削れちゃうんで、これちょっといまいちかな。たださ、これさ、工具長測定でしょ絶対。すっげえ、こんなんついてんの。めっちゃいい。これはかなりポイント高いですね。でここにダストカバーもしっかりなんか、ね、シリコンのダストカバーついてて、これもね嬉しいですね。であと付属品、マニュアルと、敷板かな。これがレーザーモジュールかな。レーザーモジュールとサングラス。このレーザーは、あんまりスペック良くないらしいので、やっぱレーザーは専用機買うとか、CNC だけで使うとか、そういった方がいい気はしています。なんだこれ、どういう箱？どういう入れ物これ？革？謎の、何のこだわりなんだこれ。珍しくね。だいたいプラスチックケースとかに入ってるんだけど、革の、中に、すげえいっぱい入ってる。はい、エンドミルとか、
そういったですね、ドリルとかも入ってるのかな。ツールキット、工具、L 字の位置決めのやつとか、クランプ類。ここにも工具が入ってるの？ここにもエンドミル。エンドミルじゃないな、あれなんだ。これはエンドミル。一枚刃の DLC コードされたエンドミルとか、工具類、いろいろ入ってます。これ何？これ何？何これ？これがアクセサリー関連。ここにも入ってる。L 字の位置決めと、こまごましたケーブル類ですね。何これ？これがクランプ。これもクランプだ。サイドクランプですね。斜めに押すタイプのクランプ。これはアルミかなんかかな。これはあれですね。外付けの非常停止。そしてこれがよいしょ。これが重たかったんだね。こう順番に持っていくとこれ結構重い。これ機械の中に入ってたらそら重いわなと。ジャックもちっちゃいですね。これも17とかそれくらいのステッピングモーター。細かいスペック見ていきます。まず価格なんですけど、本体プラスレーザーモジュールと4軸オプションがついたもので、だいたい約日本円で50万円ですね。これが高いのか安いのかは今後の検証結果で判断していただけたらと思います。で、本体だけですとだいたい40万円程度になっているようです。で、外径サイズですね。500mm、450mm、高さ 450mm。で、蓋開けた時が 840mm で結構上に開くので、棚とかに置く場合はなんかちょっと工夫したり、結構高さのある棚に置く必要があるかなと思います。で、梱包重量が、重いです。50キロぐらいあります。1人で持つとかなりやばいので、2人で作業する必要があったりとか、こっからさらに2回りぐらいでかい段ボールでくるんで、入らなかったんですよ。ちょうど車をアイシスからテスラモデル3に買い替えたタイミングで、入りませんでした。なので、今持ってきてた状態、段ボールからちょっと外した状態で、なんとか車に乗せることができました。で、中身ね、詰まってたと思うんですけど、それを全部取り出した状態のこいつ単体の重さは約30キロとなっております。で、加工範囲が X300mm、Y200mm、Z130mm。4軸オプションをつけたときは 92π×200mm ですね、長さ。これは 92π ですけども、さっきね、見ていただいた通り、チャックが 40mm ぐらいしかなかったんで、段付き加工を先にしておくだったりとか、芯もみをそもそも旋盤とかでやっとかないとぶっ飛んだりするんで、どうやってこれ単体でどうやって運用するんだろうっていう気はしてます。しっかりゴリゴリ削りたい場合、そもそもゴリゴリ削れるか分かんないですけどね、4軸加工をちょっとしたことがないんで、ちょっとね、楽しみですね。で、最高送り速度は 4000ml/min なんで、結構キビキビ動いてくれそう。で、あとリニアシャフトとリニアガイドが、使われているところがそれぞれあったりとかですね、ステッピングモーターが、ついてて、主軸、スピンドルですね。これが出力200ワット。まあですね。はい。で、0から1万3000回転で、ただ振れ精度が結構いいらしく、0.01 以内には収まってるっぽい。で、ステッピングモーターとかの分解能も 0.01 とかですね。で、レーザーモジュールが5ワットなので、これ結構微妙で、木材にマーキングするぐらいかな。切断は多分厳しいと思います。金属にマーキングもどうなんでしょうね。かなり微妙な、おまけ程度に考えてた方がいいかなっていう気はしますね。はい。というわけで、ちょっといろいろと実際に削ってね、検証していきたいと思います。ATC のない卓上 CNC を使ってて地味に厄介なのが工具交換ですね。レンチを2つ使ってやるとか、六角レンチでやるとかいろいろあるんですが、こいつはなんとクイックツールチェンジが使えます。ここのね、パチスロのレバーみたいなのを押し下げるとコレットが開きます。すると工具がスッと抜ける。これ素晴らしいですね。どういう仕組みになっているんでしょうか。
ちょっとあまりに簡単すぎるんで工具の保持力っていうのが心配になるんですけども、で、ついでにこれと交換しておきます。今 3.175 がついてるはずなんで、あれ、そうか、これを下に下げて入れて回すのか。すげえ。いいですね。おもろ。このコレットって一般的なやつ？見たことないんだけど。オーリングなんかついてるし。そっか、開くため。違うか。何のためのオーリング？結構、ちゃんと作ってある。これ、専用品なのかな？だとしたらすごいな。はい。6パイまでというか、6パイをつかむためのコレット。6パイで十分ですからね。いいんじゃないかな。6パイだけで。ミリメートルの人はね。変に4パイとかいらないもんね。で、最後これでキュッと。めっちゃいいじゃん。すげえ。今、原点復帰しています。機械、電源投入時にも原点復帰してくれますし、この専用のコントローラーから原点復帰させることもできます。非常に音も静かですね。コントローラーも非常に使いやすい。ボタンが大きくて、ポチポチ、今10ミリピッチで動かしてますけど、ポチポチして、このタイムラグとかもほとんどないかな。Z 軸も今1ミリずつ下げてます。かなり静かですね。使いやすいし静かだし、今のところかなりいいですね。ではスピンドル1万回転で回してみましょう。一応ここにね回転計がついててリアルタイムで分かるんですけど、若干今立ち上がり怪しかったですね。結構ゆっくりめに上がってって1万1000ぐらいまで行って戻って今安定してます。1万2回転ぐらいかな、それぐらいで安定してますけど、ちょっとこれ場合によっては危ないんでデュエルとか入れておく方がいいかもしれないですね。なるほどなるほど。ただ音めっちゃ静かじゃないですか。これ1万回ってる音じゃないですよ。削ってないとはいえ筐体も振動とか、微細な振動はありますけどほとんどない。まさかこのカバーの静音性が高いんでしょうか。結構静音性高いですねこのカバー。でもそれでもかなり静かかな。1万回ってるとは思えないかも。スピンドル周り全く振動しないですね。すごいじゃん。全然違うわ。これ家だとかなりありがたいですね。フルカバーでこんだけ静音性も高かったら、やっぱりね家庭用とはいえ家で使った時の音がやばいんで、これはなかなかいいですよ。あとは削ってる時の音、そこら辺もね見ていきましょう。でバイスちょっと今回使います。付属品ではない僕の私物なんですけど、クランプはちょっとしんどいんでね、バイス使ってアルミを削っていきます。加工プログラムは専用の CAM からも作れるんですが、ひとまず使い慣れているオートデスクフュージョンで生成してみました。負荷制御加工で粗加工してポケット加工で仕上げという感じですね。フュージョンのポストはホームページからダウンロードすることができまして、特に設定することなく普通に使うことができます。専用コントローラーにプログラムを読み込ませた後は原点設定をする必要があります。で、ここが結構分かりづらくて、マニュアルを読んでもね、あんまり理解できませんでした。アンカーと呼ばれる L 字の金具を取り付けて、そこからオフセットした位置を原点設定する方法もあったり、タッチプロープを使うこともできたり、
付属の XYZ プローブで取ることもできたりと、いろいろあってちょっと分かりづらかったんですけど、今回、バイスを使うので XYZ プローブで取得します。で OK をしてしまうと、急にもう動き出して原点取りに行っちゃうんですよね。で原点取った後もこのボタンから起動していくので、このチェックを外してから実行したり、チェックをつけて原点取ったりという使い方が必要です。でこの辺非常に使いづらいので、普通にポチで動くようにしてもらいたいですね。角に当ててプログラムを走らせると自動で降りてきてタッチしたところを原点設定してくれるようです。じゃあこのタッチプローブはいつ使うかっていうと、平面が湾曲してる面とかをエリアを設定して測定させると、その曲率を計算してくれて加工時に Z を補正して加工してくれるっぽいですね。意外とだから使い道はあるみたいですね。4軸の時とかはもろに使うんじゃないかな。円筒面に加工したりとかそういった時に使えそう。で今 XYZ 取れたんですが、今普通だとここねエンドミルを加工に使うエンドミルをつけるところなんですけど、履かずに寄ったり、工具調が取れてない場合正確に、原点取れないので、今エンドミルを逆向きにしてピンとして使って原点設定しました。で、これ説明難しいんですけど、工具1本なら通常これで原点当たったところを0にするとかやればいいんですが、工具帳をね持たすことができる、原点とは別に。なのであっちのテーブルの端っこにあったタッチセンサーを使って工具帳を測定してあげれば、その工具帳を使って加工して、で2個目の工具使う時ってまた原点 Z 取り直しが必要なんですが、あっちのタッチセンサーを使うと工具が変わったとしてもワーク原点は変わらずに加工できるっぽいです。では実際の加工に使うエンドミルをつけて工具帳を測定します。こうちょうど奥当たりますね。よかった。よし。いきなり 6π なんか使ったらぶっ壊れそうだけど、やってみましょう。で、コントローラーから測定をすると自動で工具帳を測定してくれる。これめちゃくちゃいいですね。しかもね、6本まで最大工具帳登録できるんで、工具番号と工具だけ管理しておけば、工具たくさん用意して、クイックチェンジなんでね、交換も早いですし、なんちゃってマシニングみたいな加工もできちゃうかもしれないですね。では、めっちゃ怖いんですけど、加工してみます。いきます。怖え。条件は1万回転の F500。削れてるかな。AP が 0.2 ミリ。ちょっと当たってないですね、まだ。若干倒れが出てる。当たってるところと当たってないところがあるな。はい、こっから切り込みコンマに入ってますね。若干音は大きくなりましたが、許容範囲じゃないでしょうか。振動も大したことないですね。なんか慣れって怖いですね。意外といけるかもと思って今 F800 まで上げてみたんですけど、全然いけてますね。もうちょっと上げますか。今 F900。だんだんトロコリド加工っぽいいい動きになってきましたね。はい、今 F1000 です。倍率 200%。全然いけるわ。主軸の回転数も一緒ですね。下がり具合大して下がってないです。でこれ1決めがなぜいいかっていうと、やっぱボールネジだと思いますね。
はい、加工が完了しました。結構すごいですね。ちょっとびっくりだな。あ、めっちゃ熱持ったのかな。冷却してますね、主軸。で、まあ、今この加工、だいたい1時間ぐらい、1時間ちょっとかかったんですけど、まあ、マシニングだったら30秒くらいですね。まあ、絶対そんな言ったらあかんですけど、はい。まあ、1時間ぐらいかかって加工できました。もうちょっと切り込み増やせそうですね。ただ、これね、よく見てもらったら分かるんですけど、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。今、粗加工の状態で、なんか、Z が入りすぎたとか、XY がちょっとずれたっていう跡が一切なくて、1決め精度、繰り返しの1決め精度、高く加工できてます。では、コンマに取り代残ってるんで、仕上げ加工いきます。まあ、ちょっとビビる可能性はありますね。8ミリいっぺんに加工するんで、高さ。どうかな。まだ当たってないですね。でも全然いいんじゃない？はい、また当たってます。いやー、意外とパワーあるな。回転数落ちないですね。うん、本当に数十回転落ちてるけど、ちゃんと取れてますね。さっきアラはね、カクカクだったんですけど、はい、綺麗に仕上がりました。あとは精度どうなってるかチェックしていきましょう。まあまあ切り込んでてますね。なんでかなり工具のたわみだったり機械のたわみが出てたっぽいですね。Z 方向に関してはこの中心のところに若干の段差があるくらいかな。1000分台ですね。若干爪が引っかかる程度の段差があるくらいで、他はなさそうな気がします。円頭部に関しては、証言突起っぽいものがある。ビビってはないので、ちょっとした証言突起かな。そんな感じはありますね。でもまあ十分綺麗そう。で、円頭部測っていきます。どうしようかな。縦横だけでいいか。一応新品のマイクロメーターで、このために用意していたわけではなく、前から買ってたけど開けてなかったというわけです。で、15.00 でモデル作ってるんで、00だったらまあ嬉しいんですけど、エンドミルの直径の、ね、ばらつきとかありますから、00なことはありえない。なので、15.01 でもいいんですけど、縦横がしっかり合ってたら嬉しいという感じですね。あとは、加工者が補正を入れて交差に入れるところなので、あくまでも偏差がないのが望ましい。まずは X とか真横。結構でかくないか。15.08 で次縦。15.05。この時点で縦横で100分の3ばらつきがあると。そうか。これはなんか機械の
補正入れたらマシになるんでしょうか。なんかそういうパラメータありましたよね。バックラッシュ補正みたいな。15.05。15.06? 結構いいんじゃない？あれ測定ミスか。15.06。あれいいじゃん。15.05。これ100分の1しかないですね、2番。15.04。やっぱでかそうだな。15.08。15.07。15.05。まあまあ、偏差としては100分の2から100分の3ぐらいかな。ちょっと一番良かった2番を斜めで測ってみようか。結構いいですね。あとは補正をしっかり入れてあげれば H8 ぐらいは入れれるんじゃないかな。ここ確か5と6ぐらいでしたね。斜め測ると 15.08。でかいですね。07かな。1は15.05。なんとも。結構楕円かもしれないです。そうですね。やっぱ08ぐらいあるもんな。まあ。十分でしょう。次はこの4軸のオプションを使用してヘリカルギアの指輪を作ってみようと思います。材質は A7075。結構硬いアルミです。で、これね、最初見たとき、チャッチーかなと思ったんですけど、アルミフレームじゃなくて、ちゃんとしたアルミの板が使われてるんで、意外といいのかもしれない。ちゃんとね、テールストックのこの芯押しのところもね、焼きが入ってるっぽいですよ。若干錆びてるのが気になりますけど。まあ今回はこちら使用しませんが。で、取り付け方なんですけど、これもね、ちゃんとしてるんですよ。この板に1決めピンを刺す精度穴が開いてるところがあって、そこになんかピンを刺してネジ止めするみたい。入った。これを2本入れると、これがね、スッと入る。こっちに穴が開いてるんで、この4軸の位置もぴったり出すことができる。出すことができる。はい、できました。いいですね。これ楽ちん。これのね、芯出しとかいらないんで。爪は4つ爪のスクロールチャックですね。丸も四角もつかめるんで、なかなかいいんじゃないでしょうか。そしてなんか、やっぱクオリティが高いですね。なんかしっかり作られてる感じがします。次は無料のマケラキャムを使ってパス出しします。これがマケラキャムの画面で 3D モデルをインポートした状態です。ここにヘリカルギアがあります。で、材料の種類だったりサイズをここで設定することができます。もうデフォルトでいろいろ入っているので好きなやつを選んでください。次はツールパスを作っていくんですが、4軸加工の場合は 2D 加工や 3D 加工は選択することができません。回転浮き彫り加工というジョブを1つ選ぶ。それだけですね。で、どこからどこまで加工するとか、細かいパスを決めていくんですけど、まずツールを選びます。で、最初からいろいろ入ってるので、適合したやつを選んだり、自分で制作することも可能です。で、今回 2π のボールエンドミルを粗取りで使うので、それを選択すると、材料の種類に応じて、デフォルトで入ってくれてます。これ好きなように調整してもらってもいいですし、縦方向か
横方向かを加工の向きを選択してあげれば、もう自動でパスが生成されます。この辺も非常にね、使い勝手が良くて、ちゃんとしてるなと思いました。アプローチ時の突入の方向もグランピングで入るみたいな設定もできるので、Z でぶっ刺したくないときは、斜めに入って加工してあげるみたいな、そういうとこも気が利いてていいかなと思います。で、あともう1個仕上げを作ります。で、基本的に同じでツールを、もっと細い1パイのボールエンドミルを選択して、細かさですね、ピッチ X 方向っていうとあれいいのかな、のピッチを細かくしてあげて、仕上げパスを作ると。で、これ横方向だとちょっとあれなんで、縦方向に変えて、かなり細かいパス 0.05 ミリピッチで仕上げるという感じですね。で、ツール番号を1番と2番に変えてあげると、途中で工具交換で止まってくれるので、工具交換した後、工具帳を測定して、そのまま加工をすることができます。で、プログラムを入れるときはエクスポートしてあげて、入れたいジョブを選んでエクスポートしてあげれば、それだけを転送することができます。次はこのタッチプローブとレーザーセンサーが一体になったやつで、位置の確認と Z の原点を取ります。いや、早すぎて分かりづれ。大体合ってたと思うんですけど。で、工具を変えろと言われるので、工具交換します。ちょっと粗加工はこいつで。はい、今1ミリのボールエンドミルで仕上げています。そろそろ当たるかな？ちょっと怖かったんで、オフセットでね、逃がしたんで。あ、当たった。いいですね。アラートの位相も完璧に合ってそうです。終わりました。すげえ。筋はね、ありますけど、十分すぎますね。あれ、どうやって開けるんだっけ？口か。すごっ。完璧やん。インボリュート歯車の指輪完成しました。取れんくなったちょっとつけてみようと思ってつけたら、この指輪のせいでこの皮を移動させる隙間がなくなって取れんくなりましたちょっとほんまに取れへん。旋盤で仕上げてバリ取りしただけなんですけど、非常にね、いい感じです。粗仕上げというよりもほぼ仕上げ一発みたいな感じだったんで、粗が太すぎてね、本当は 1.2 パイとかで粗やって1パイで仕上げとかやったらもうちょっとこのしましまとか消えて綺麗になったんかなっていう気はします。はい、いかがだったでしょうか。前情報ほぼなしで立ち上げから加工まで一貫してやってみましたけど、
もうね、いいです。とてもいい。素晴らしい機械だと思います。もう個人的にこの卓上新牛っていうジャンルが、あんまり進化しないかなと思ってたんですよ、マニアックだし。そこでこういった機械がまだ開発されて販売されてるっていうのが個人的にすごく嬉しいし、機械もすごいですよね。これカバー付きでタッチセンサー付きでタッチプローブ付きで40万50万、これ素晴らしいと思います。で加工能力に関してはアルミの7075がこれだけ軽快に削れたら、鉄間、ね、ゆっくりであれば全然削れるかなと思います。もうこの手の機械はね4、5台レビューしてますんで、だいたい感覚でわかるんですけど、合成かなりありますんで、鉄はゆっくりであれば、削れると思います。つまずきそうな工具の取り付け取り外し、工具長の測定、原点の設定がとてもやりやすくなってますから、初心者の方から、ちょっと中級者上級者の方でも全然安心して使っていただけるんじゃないかなと思います。一つ残念な点を挙げるのであれば、分かりにくい説明書マニュアルがね、ちょっと弱いかな、特にこの機種は原点の取り方が2種類あって、それぞれ状況に応じて使い分けないといけないんですけど、その説明がちょっと甘いと思います。僕でもちょっと苦労しました、そこの理解するのに。結局これ取れてるのか取れてないのかよく分かんないみたいなことがあったんで、そこだけちょっと動画とかもうちょっと増やしてもらえたらより使いやすくなるかなと思います。僕も必死にね動画探してみたんですけど、肝心なところこれなんでこの数字なのみたいなところがあったりするんで、そこだけかな。それ以外本当によくできた機械なので、ぜひ購入検討いただけたらと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。